1945年8月5日、夜の11時半頃からおよそ1時間にわたり佐賀に焼夷弾が投下された。しかしこの空襲は米軍の記録にはほとんど残されていない。街の明かりを消す投下管制により市街地は闇に沈み、多くの焼夷弾が田園地帯に落ちたためである。しかしそこに住む人々は確かに戦火にさらされ命を脅かされていた。そしてこの空襲で50人以上が命を落としたとされている。記録の少ない佐賀空襲、それを幼少期に経験した牛島さんがその時の様子を再現した絵とともに当時の様子を語ってくれました。佐賀の空襲を知ってる限度というのはおそらく私たちが最後じゃないでしょうかね。私の一級下の人とちょっと話したことあるんです。全然覚えてないって言って「あなたたちどこに逃げていった?」って言って空襲の時は「いやどこにいたか覚えてない」。だからはっきり私たちの年代の同級生たちなきやっぱりしっかり覚えておる。そこがちょうど記憶の境目じゃないでしょうかね。4歳と5歳との違いですから。もう5歳っていうがもうあと1ヶ月で私9月生まれですから6歳になる満6歳になった時ですからね。いまだにもう光景っていうのはもう記憶に消えませんけれども、もう佐賀の空襲の時のことを地区の高須成町史っていう記録があるんですけど、高須の生い立ちからずっとでそこの中の記録を佐賀の空襲についてっていう記録ちょうど欄があるんですから、それを読みますとね、8月5日が佐賀空襲の日で、前の日の4日の日に米軍の飛行機がビラまいて明日空襲に来るからねえ明日夜の10時にお前のところに空襲に来るからそのつもりにしとけってビラまいたそうですよ。それなもんだからそれを見た人地区の人たちがところ今消防団と言いますけど昔警防団としてその警防団の人たちが各地区に各家に回って明日は空襲があるから爆弾の破片で怪我しないように家の障子ガラスみんな外しておきなさい。そして警戒警報のサイレンが鳴ったら投下管制をして逃げなさいっていう指令をみんな言って回った。空の飛行機が米軍がね悠々とそういう宣伝ビラをさ巻くっていうこと自体日本のもうほんともうバカにされてる。もうね今考えたらもう制空権も何も持たなんでもうやられっぱなし続く。その時の佐賀の空襲が実際に起きたのはアメリカは前の日には10時って言ってたけれども実際に来たのは夜の11時だった。1時間遅れて来た。その時のですね私たちが家から出る時母と私と弟の3人で母は何の入れとか知りませんけどね風呂敷包み持ってそれで弟の手を拭いて私は一緒にその時に私の家に馬を飼育していたんです。農耕用の馬を家から出る時にその馬がもうヒンヒンヒンってもう泣くんですよ。おそらく飛行機がもうブン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 もう来てますからそれに驚いておそらく馬が泣いた。そうしたらね私子供心に泣いたらね上の飛行機に聞こえるのにって
子供心にそんなね聞こえるわけないですから。しかしやっぱり飛行機の爆音に驚いてやっぱりもう泣いて、そして私たちは逃げていって、ここのでいうところのここの堀の方に向かっていった。ここの堀の、手前の方の田んぼのあぜ道に避難して、その時の空っていう星空、本当にキラ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 で輝くような星空で、このバンバンでも落ち着くでしょうが、そしたら私の友達のお母さんが持ってきた布団に隠れて、そしてもう足が見れてないとして、これで足のそういう形でもう縮こまって中に潜り込んでたというぐらい。もう防空壕に行くあるいは私のところの防空壕はね、畑を掘って穴を作る。それは私の記憶にあるんですけどね。それでしかも上はなんで蓋しとったのかと言ったら畳で蓋。考えられないよね。もうその時のこの空襲で爆弾が落ちたのは一箇所だけ。中田代という地区で、そこの地区に爆弾が落ちて3名亡くなる。男子2人から女子が、女の子、昔の中学校の女の子、その人をかばうのようにして亡くなっていた。その爆弾の穴の跡が直径10メートル。もし私たちが焼夷弾のあれじゃなくて爆弾で落ちてきとったら、私たちもう命はなかったら、九死に一生へとです。このどとりの堀のおかげで私たちは命を暮らした。時は